いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は K セット EDX ライトです。K セットの中ではエントリーモデルの中のエントリーモデルですね。なんで何がエントリーオブエントリーなの？お値段よ、お値段。針の安いショップで買うと700円ぐらいで買えるからよ。買うの忘れてて視聴者さんのコメントで思い出して注文したんだわ。初代 EDX が確か3年半ぐらい前にリリースされたけど、物の値上がり傾向の中、未だに1000円切ってるっていうのがすごいよ。そんなんでちゃんと音出るの？出たとしても音楽聴けるレベルなの？それは初代 EDX の時にも思ったことなんだけど、聞いてみて結構しっかりなるんでびっくりだったよ。ってことはこの EDX ライトもまともに聴けるってこと？そう、聴けるわよ。へえ、そうなんだ。じゃあ迷うほどのお値段でもないし、私も買ってみようかな。さて、まずパッケージ内容ね。おお、さすがにコストダウンしてる雰囲気。KZ でもこれはあまりないんじゃないかな。そうね、でも別に本体が壊れなければこれでもいいよね。確かに。価格はさっき700円なんて言ってたけど、検索すると大体1200円前後なのね。あくまで700円台っていうのはありの安いショップでのことね。ジャックさんはここで買ったの？そうだよ。知らないショップだったけど、結構早く届いたよ。送料も無料だった。あ、でも別に勧めてるわけじゃないからね。了解了解。なんか実際見てみるとフェイスプレートが綺麗じゃない？そうなのよ。フェイスプレートがレンズになってるのね。だからドライバーがすごく大きく見えて、それもデザインの一部になっているみたいで、アイデアの勝利って感じね。バンドルケーブルやイヤーチップは最低限のものだけど、そこは気にせずこだわらなければこれでも十分聴ける。多くの人はイヤーチップもケーブルもお気に入りがあるだろうから、交換すればいいもんね。そうですね。サイズは一般的。ステム先端が最近 6mm 程度に戻りつつあるのかしら。どうかな。最近の KZ のモデルでは細めと 6mm ぐらいのが混在してるわ。なるほど。重さは片側 3.6g でかなり軽め。慣れ親しんだ形状なので装着感もいい感じです。ドライバーはスーパーリニアダイナミックドライバーが1機。詳細は上の通りね。サイズは記載がなかったけど、多分合計 10mm でしょう。ニューモデル ZSN Pro 2に載せてるのもスーパーリニアダイナミックドライバーなので同じなんじゃないかな。波形はこんな感じ。今回はスピンフィット W1 で試聴してみた。バンドルイヤーチップと大きくは違わないように見えるけど、やっぱり装着感は結構違う。手持ちで EDX ライトの価格に対抗できる最近のモデルは少ないけど、 CCA ポラリスと TRN-MT4 Pro と比較してみた。この3モデルでサウンドチェックしてみようと思う。音調整の基準は EDX ライトね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。How you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric. Love it, how you love me electric.
EDX ライトは低域が結構ドーンときますね。で、中域を抑えているので、より低域が目立って聞こえました。中高域以上は結構難しかったよ。ポラリスと MT4 プロはこの辺りのカーブが反対で、上のこの辺は MT4 プロはちょっと控えめ。で、EDX ライトはこの辺山谷なく平坦なんで、どっちのモデルの要素も持ちつつ、特徴をあまり持たせない感じ。で、7キロ付近は一番出ている。EDX ライトがある意味何にでもそつなく対応できちゃう感じだよね。バランスは少し低域寄りで、中高域が少し負けてる感じはあるんだけど、しばらく聴いてるとだんだんそれが不満に感じなくなってくる。普段聴いてるボーカル曲だと大抵のモデルでは刺さる感じなんだけど、 EDX ライトではほとんど刺さらないのね。それってこの平坦な感じの音形のようにも思えるけど、だからといって高域が不足してるとも思えない。ただ低域に若干押され気味。とはいえ EDX ライトの価格を考慮するとすごく良くなってると思う。だって片側350円だからね。まあ視聴ではトリポウィンゾニーにリケーブルしてバランス接続、イヤーチップも交換してるとはいえ十分なってると思う。皆さんの心配な部分って多分こんな安くてちゃんとなるんかいってとこだと思うんだけど、それはクリアしてるんであんまり細かいレビューしてもしょうがないかなってちょっと思ったりして。まあ強いて言えばちょっと中高域に曖昧さを感じるんで EQ で持ってあげてパンチを出すとなおいいかも。こういう低価格モデルをリケーブルやイヤーチップ変更や EQ 補正でとことん追い込んで自分好みに仕上げるっていう別の楽しみ方もあるかなーなんて思った。現役引退した自作 PC にもう一度手をかけてパーツ交換して OS の整備してできるだけ軽く動くようにしてみたいなことにもちょっと通じるとこあるかも。ジャックさん、ちょっと脱線しちゃったかも。ああ、そっか。関係ない話しちゃったわ。さ、初代 EDX ってどんな波形だったの？ああ、これだね。へえ、2キロ以降の山谷が結構はっきりしてるのね。それでいて低域は EDX ライトほどでもないからバランスは高域寄りなんだ。だね。EDX の元気なサウンドに比べるとライトは少し落ち着いてますね。愛はもう少し元気なサウンド、つまり高域も欲しいんですけど、やっぱり EQ 補正ですかね。そうね。さっき脱線で話した自分好みに仕上げるっていうことなら一例としてはこんなのもありかな。 EDX に近くなったんですか？これに EDX の波形も重ねてみるか。ああ、EDX ほどじゃないけど寄せた感じになってますね。スマホの EQ だと設定が難しそう。スマホには USB オーディオプレイヤープロを入れてて、オプションのパライコを使って同じ設定入れてみたけど再現性は結構高かった。 AZ09 Pro などのイヤーフックで無線化して外での普段使いにもいいんじゃない？そうですね、やってみます。今回の比較モデルで登場した CCA ポラリスとか TRN-MT4 Pro などの2000円台ぐらいの価格帯のモデルをすでに持っている場合はスルーでいいとは思いますが、とにかく安く買いたい人とか買っていろいろ試してみたい人、それから KZ は全部買ってる人など多くの人が入手しやすい価格のモデルってことで、気になってたら迷わず買っちゃってください。ミミィも注文しといたよ。そっか、珍しいね。ということで KZ のスーパーエントリーモデル EDX ライトのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。